赤信号を見ていた。最終の電車のベルが遠くから聞こえた。いつかたどり着くと信じここまで来たけど、都会の流れに決意さえにじんでゆく。誰にも約束されてない明日を待つなら、目の前にある今をどう生きるのか、叶えたい願いがあるのなら、今できることがある。明日もしも世界が終わっても誇れる自分になりたい。強がる僕に君は笑顔で大丈夫だよと、小さな手のひら何よりも温かくて、誰にも約束されてない明日を待つなら、確かな今を両手で守りたいよ。他の誰でもなく君のため、今できることがある。明日もしも世界が終わっても君が誇れる自分になりたい。古くなった街灯と夜風の匂い、きっと僕はあの頃と何も変わってない。取り残されたように一人で赤
信号を見ていた。最終の電車のベルが遠くから聞こえた。いつかたどり着くと信じここまで来たけど、都会の流れに決意さえにじんでゆく。誰にも約束されてない明日を待つなら、目の前にある今をどう生きるのか、叶えたい願いがあるのなら、今できることがある。明日もしも世界が終わっても誇れる自分になりたい。強がる僕に君は笑顔で大丈夫だよと、小さな手のひら何よりも温かくて、誰にも約束されてない明日を待つなら、確かな今を両手で守りたいよ。他の誰でもなく君のため、今できることがある。明日もしも世界が終わっても君が誇れる自分になりたい。皆様大変お待たせいたしました。こんばんは。本日はグランゼーラの集いファイナルをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日司会進行を担当させていただきます人事部の堂庭です。よろしくお願いします。はい、開発責任者の九条です。これもう始まってるんですか？始まってます。なんかよそ見してませんでした。ちょよっと私そ見して前見てましたよたのでわからはないかったです。すいません、ちょっと待って、深呼吸します。はい、落ち着いて、はい、はい、はい。では本日4月23日ですが、いよいよですね4月29日に R タイプファイナル2の発売日が近づいてまいりました。緊張しますね。まあそうです、やれることはやってるんですけど、
まだちょっとクラウドファンディングの方専用のもので調整してるものとか、あと発売後に配信するステージとかプレイヤー機とかで、今のねゲーム制作はちょっと終わりがないので、でもそうですか、来週か、すごいな、すごいですね。そうですね。はい。はい、よろしくお願いします。本日の放送では発売目前のこの R タイプファイナル2の最新情報についてご報告をさせていただいた後、皆様からのご質問にお答えしていきたいと思います。はい。なんか、はい。今日最終回って聞いたんですけど、はい、その予定ですね。はい。なんかあるんですか、最終回っぽい。なんか普通最終回って今までの出演者がビデオレターでいらっしゃらないんですけど、ね、他に出演者なんかシャンパンが開くとか、くす玉が割れるとか、スモーク炊くとかちょっと申し訳ないですが、そういったのはちょっと用意しかないんですけども、はい、全然ないいつもと同じように忘れそう、最終回で忘れそうです。そうですか。はい、はい。それではですね、早速ですがR タイプファイナル2に関して進捗のご報告から入らせていただきたいと思います。はい。進捗と言いましても、ちょっといろいろ体験版遅れてる件はここじゃないんですか。ここで言うタイミングじゃない。もうちょっと後なんですか。後にもあるんですけど、もし今言ってもいいですか。もちろんです。はい、すいません、ちょっと体験版なんですけど、XBOX と PC 版の方の体験版がすいません遅れてまして、ちょっと段取りをいろいろ間違ってしまいまして、今ちょっと蕎麦屋っぽくなってますけど、今やってますんで、今出すとこですということで、ちょっと速やかに対応いたしますので、ちょっと怒っておられるかもしれないけど、ご容赦いただければと思っております。すいません。はい。で今日はですね、ちょっと進捗と言ってもと思いつつも、来週発売日公開予定のトレーラーというか、紹介映像を持ってきました。でちょっと先に言うと、ゲーム本編とあとステージパス、前回少しお話ししたかもしれないですけど、追加 DLC のステージがありまして、それをセットにした動画をご用意しましたので、2回流します。番組のネタがないんかなって思われそうですけど、1回目僕黙ってきます。2回目ちょっと話しながら流す解説付きで、はい、ではまずはお願いします。はい、お願いします。
はい、今ご覧いただいたのがですね、来週公開予定、今流すように4月29日って入れてますけど、来週あそこ発売中っていう形にして公開予定の動画に先行公開ですね。なはい。っています。何気に初公開ですかね。初公開も何もできてきたのついさっきですよ。ですよね。なんかついさっきって先ほどどれぐらいついさっきってもう数十分前でしたけどね。はい。今ご覧いただいたのが、来週から流す動画です。で前半部分が、ゲーム本編に入っている分で、後半の分が、オマージュステージといいますか、そうか、これもう一回説明しながらご覧いただけますか。はい、すみません、そうですね、同じ動画ですけど、はい。この曲いいな、何回聴いてもいいですよね。はい、これ冷凍中の彼が冷凍されてる状態ですね。あれなんか意味ありげに腕を動かしてるザリガニみたいな、こんなとこで腕を動かすかと思いつつもですよね。R9S ストライクボマーっていうのがこのタイミングで出てきます。これはワープ空間に出てきて、ワープ空間航行中の宇宙空母から発信するシーンですね。いろんなもうステージごとにとにかくこう個性を出そうと作っていますね。はい。いろんな特徴のあるステージがあります。全然説明になってないですね。で彼が回答されてると。でこれR0の以前ちょっとご覧いただきましたけど、はい、ここからオマージュステージパスっていう旧作のステージをリメイクじゃないんですけどアレンジして作ったものです。7ステージ用意してます。はい、このロゴも新しく起こしましたけど、そのこと言わんでいいか。はい。すいませんね、見せて作ったんですけど。はい。はい、いいですよ。はい。今、2回同じのにご覧いただきましたけど、これ最新映像です。もうこの先多分トレーラーを作ることはあまりないかなと思うんですけど、こんな感じで、来週発売ということです。はい、じゃあちょっともう一回改めてですね、R タイプファイナル2の、ちょっと商品仕様といいますか出してください。はい、情報は新しいところないです。これ4月29日に、R タイプファイナル2とで価格があれ5800円じゃないの6380円ってこれ値上げしたんじゃなくてですね、税金を足すように言われて足すとこうなってしまいましたのでですね。はい、でこれ日本での発売なんでちょっと地域によってほぼ世界同時発売と、ほぼって何って言われそうですけど、ほぼ世界同時発売ということになっております。でプラットフォームもこんな感じで並べてますけど、これはすごいですよ。これだけ用意してますからね、ちょっといろいろなことに影響してますけど、はい、こんな感じで準備をしております。そして先ほどの映像の後半にあったステージパスについての情報ですが、はい、これですね、ステージパス R タイプファイナル2ステージパスオマージュステージと、旧作の、R タイプシリーズのステージを7つ選びとで3回に分けて、僕ステージパスというかシーズンパスって初めてなんですけど、こういうのあるんですね。こうまとめていくつか3回に分けて配信します。1回目が2つで2回目が3つ入る予定なんですけど、でまた2つということで合計7ステージを用意しております。で第1弾はR タイプ3と、先ほどの結構ディストーションの効いた曲は R タイプ3の曲ですよねと、R タイプレオを収録しています。でこの段階で R タイプレオ
R9 デオっていう機体も使えるような感じの、アップデートがあります。第2弾第3弾はちょっと、おいおい情報を出していきますという形になっています。ただこれちょっと先に、言っておくと、これはなんか別売りというか有料なんですよねあろうことかちょっと申し訳ないんですけども、です。で値段がねそこそこ高いですよ、はっきり言えば。なのでちょっと7つパックだけでももっと安くしてほしいっていうので、今ギリギリの交渉を誰としてんねんって感じでギリギリの交渉をしています。はい、こんな感じですか。でこれ非常に楽しみなんですけど、クラウドファンディングでご支援いただいた方も有料になるんでしょうか。いや、クラウドファンディングの方は無料。これもともとストレッチゴールって言いまして、クラウドファンディングでご支援いただいた金額が増えたら、その分を開発にしますということで始めておって、5ステージは作るお約束をしているものなので、基本的には、クラウドファンディングにご支援いただいている方はバウチャーコードをお送りしますので、ぜひプレイしていただければと。よかったです。では、続きましてツイッターにて4月3日から4月20日にかけて実施させていただいておりましたデカールコンテストの優秀作品の発表をさせていただきたいと思います。すごいですね、デカールコンテスト。なんか200ほど。そうなんです。トータルで200件近くですね、ご応募いただいたということで。これね、こんなにご協力いただけるんだったら、僕早くやればよかったなと思っていてデカールちょっと社内で作ってた時に結構時間かかったり、ネタ出すのとかに苦労してたとこもあるんですごいいいのが集まって、応募いただいてるんで。デカールっていうのは、R タイプファイナル2のちょっと画像出ますかね。そうですね、画像をご覧いただいた方が分かりやすいかな。プレイヤー機体は、シューティング中はかなりサイズ小さいんで見づらいんですけど、クリア時とかにアップになるシーンがありまして、こんな感じで今「愛」って書いてあったり「キープアウト」って書いてあるのはこれデカールっていう後乗せのステッカーですね。機体にこういうふうにステッカーが貼れる機能がありまして、でこれをツイッターで募集していたという形なんですよね。でもともとは100枚ぐらいは100種類ぐらいはあるんですね。開始時に50種類ぐらいあるのかな。でゲームを進めていくと増えていくような仕組みになってるんですけど、この度、ツイッターで募集をさせていただきました。で今日はこれこちらのご応募いただいている作品の中から、ですね、弊社並びに R タイプファイナル2の開発スタッフ開発チームにて厳正に審査させていただきまして、特別賞、優秀賞、最優秀賞の3つの賞をちょっと決めさせていただきました。そうなんだ。そうなんです。そうか、これそういうことだったんですね。そうなんです。僕見せたらあかんのもこれプリントアウトしてもらって丸つけてたんで、まさか紙媒体これそうか、7つっていうのはこれのことなんですか。そうなんです。なんか話によるとクヨさんは31個選んだと。僕これ、絞り込む話だと思ってなくて、ゲームに入れるものを選んでたんですよ。でそれでみんな変なこと言ってていいの？なんでお前だけたくさん。そうなんです。いないということで。そうです。みんなだから5個とか6個しかつけてなくて、もっといいのあったやろとか言って僕38個つけたんですけど、結局7個、今7個。そうですそうです。さすがに30何個すべてというわけにはちょっといかない。でもこれ載せさせてもらっていいんですよね。デカールですか。ちょっとそこはまた開発の方と相談いただいて、じゃあじゃあ特別賞？いや、まずは特別賞ですね。の方を発表させていただきたいと思います。すみません、ちょっとカンペ見ながら話しますね。特別賞は3点。そうです。3点あるそうです。選ばせていただきました。じゃあ特別賞1点目はこれです。ドン。いいですねこれ。おめでとうございます。僕はだから全部選んだやつ入ってるんですよね。僕の30何個のやつを入ってるんですよね。7個。の中のものになりますね。これいいです。これだから機体に貼れるということですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。これなんていうの、当選というか選ばれたら、クレジットに名前を載せさせていただけるっていうことなんですよね。はい、エンディングのね。はい。じゃあ次特別賞2つ目はこちらです。ドン。はい。これ漫画家ケールのキャラクター。はい。双葉ほのか。はい。あ、こちらそういえば正方形じゃないとちょっとデカールの方が確かに上下が開くかもしれない。そうですね。ちょっともし今からでも正方形に近くできるようであればこちらの作品の方、正方形に近くしていただけるとありがたいですね。はい、はい、で、じゃあ特別賞3つ目はこちらです。ドン。まあこれはね僕しかつけてなかったですけどなんでつけへんねんっていういやこれいるやろうっていうことなんですけど、まあ、全世界的にっていうところもありまして、はい、まあ定番でしょうね、ある種のね。はい、じゃあこれは特別賞ということで、次が優秀賞。はい、優秀賞。これ特別賞と優秀賞は何が違うん？そこはですね、私もちょっと謎が残るところ。すごいですね。無理やりなんでか分けたんですね。これも3点。3作品です。はい。じゃあ優秀賞の1点目はこちらです。これはいいな、バイとね。これすげえデザインされて、ドットのような感じで、すごく可愛らしい。これは欲しいなと思いましたね。はい。これはもう絶対いいと思うな。はい。じゃあ優秀賞の2点目はこちらです。ドン。かっこいい。いいですね。これね、ラグナロック2マーク2機体ね。かっこいいな。いやかっこいいですね本当に。ただちょっと R9/0 と2の間に A が入ってるんですけど A だと思う。R かな。これなくてもいいような気する。ちょっと僕は間違ってるかもしれない。黄色のあのマークがハイパードライブモードっていうののまあいいですわ。細かいこと言ってない。こう回る時のエフェクトの形ですね。はい。じゃあ優秀賞の3つ目はこちらです。ドン。はい。こちらもかっこいいですね。すごいな、本当によくデザインできてる。本当そうですよね。これはもう。これもちょっと綴りが怪しいかな。僕英語は全くわからないですけど。CENT で合っとる？もうちょっと綴りは自信がないんですけど、ちょっともしかしたら愛が足りない。愛が欲しいってですか。はい。これかっこいい。ありがとうございます。はい、すごいかっこいいですね。はい。じゃあ最優秀何がいよいよなんか最優秀賞はね、だいぶRタイプのなんていうのすさんだ世界観といいますか、荒涼とした世界観というか、Rタイプってこうだよねっていう感じのデザインのものを選んだって聞いてはいるんですけど、ハードルが上がってなんかあるんですか、ジングルみたいな。ないのでセルフで。そうなんですか。じゃあ最優秀じゃが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 ドン、こちらです。ドン。可愛いです。どこが殺伐としてんねん。とても可愛いですね。猫がフォースをめでているということですね。本当に可愛いですねこれ。はい、これ最優秀賞です。はい。いただいたデカールはもしちょっと一部変更したいなということであればまた投稿していただければと思うんですけど、でこちらの受賞作品のデカールはですね、製品版をプレイしていただける方であれば皆さんご使用いただけますので、ぜひですねプレイされる際はご使用いただければと思います。はい、ありがとうございます。でちょっと今日、読み上げれなかった分も私の方で勝手に選んでですね使わせていただきます。その方にもちょっとお名前を頂戴することになると思いますので、じゃあその際はよろしくお願いいたします。一方的で申し訳ないですけどよろしくお願いします。はい。はい。では、続きましてグランゼラミュージックの方からちょっと告知があるということでちょっと担当に変わりたいと思います。グランゼラミュージックの担当なんていたっけ？
はい、お待たせしました。グランゼーラミュージック担当です。はい、お願いします。というわけで、グランゼーラミュージックでは4月下旬より R タイプファイナル2のエンディング曲などを収録したボーカルミニアルバムを配信させていただく予定です。値段は900円で4曲入りとなっております。そして、こちらの4曲につきましては、クラウドファンディングでサウンドトラックをご購入いただいている方はこの中に曲が収録されておりますのでご安心くださいませ。それではまだクラウドファンディングでご支援されていない方、ぜひぜひご購入をお待ちしております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。声がいいとか染められてる。エンディング曲などって言ってますけど、そうですね。これ4曲ともエンディング曲なんですけど、エンディング曲しか入ってないですよこれ。などっていう。そうなんですか。これともしび下の2つのともしびもエンディング曲なんでしょうか。エンディング曲です。エンディングが10分ぐらいあるんですよ。だから1曲だと足りなくてですね、2曲作っていただきましてでこれ選べるようになってます。日本語歌選ぶと飯田舞さんの歌のパターンでスキャットインストゥルメンタルを選ぶとはるかさんと、あとギターでのエンディングが流れるという、これオプション設定で切り替えることができますので、だから、エンディング曲集です。なるほど。はい。で、クラウドファンディングのサントラ申し込んでいただいている方は配信されてもご購入いただかなくても、入ってるってことですね。入ってます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんな感じでR タイプファイナル2に関しての、ご報告は、終わってまして、あと質問コーナー今日はがっつり答えますよ。もう一つの R タイプファイナル2のお話があるかと思いますので。R タイプファイナルサンミュージックまでじゃなかった。漫画かけるとのコラボの件ですね。漫画かける R タイプファイナル2パック。はい、そうですそうです。画像をお願いします。そうやこれ今日も揉めてたんですよ。何で揉めてたんではい。漫画かける絵が描けなくてもストーリーが思いつかなくても漫画が作れる漫画かけるプレイステーション4プレイステーションビータの、ゲームなんですけど、こちら、3周年ね、3周年で、ちょうど R タイプファイナル2出ますので R タイプファイナル2の漫画が作れる素材集を、販売しようということになりました。で3周年ということもありますんで、一応ゲームの本体の方はですね 90% オフという形にしました。でも素材集の方は定価っていうか660円で販売します。税込み。なるほど。はい、パックの方です。じゃあちょっとね、どんな素材かというか漫画家系図でご存じない方もいらっしゃると思うんで、どんなものが入ってるかっていうのとどんな風に漫画作るかご覧いただきましょう。どうぞ。これ漫画家系図のメニュー画面です。こんな感じで、素材集のとこに R タイプファイナル2、これはもうアップデートしていただくと少しご購入いただかなくてもR タイプファイナル2パックをご購入いただかなくても 2,3 点ちょっと素材を入れてますんで、このねレーザーがね私がねあんま分かってなくて、R タイプファイナル2から持ってくるだけかと思ってたら、あと敵ですね、全部作ったらしいですね、これ用に、ね。なるほど。なのでなかなか大変ですけど、でも遊びがいがあるんじゃないかなと思ってますね。こんな感じで3D になってまして、素材が、漫画ケール自体がね、これキャラクター、普通は人間とか置くんですけど、今回はR タイプファイナル2パックということでアローヘッドを置いて、これスタンダードフォースかな、後ろにつければね後ろでついてるってことでしょうけど、こんな感じであとグループ設定とかもできますので、
もちろん白黒にもできますからね、漫画、白黒漫画っぽいかのもいや作れます。ー 3D モデルなんだと当たり前ですが、やっぱり立体感がでも好きな角度、すごいですねパース変えれたりするんですけど、こんな感じででも 3D モデルをね好きな角度から見れるのは多分フィギュアとかと一緒だと思うんですけど、なかなかいいですよ。もうずっと見てられるすごいですよね感じですけどね。そうですね、漫画描ければ本当にあっという間に時間が過ぎていくので、これねなんだって思われるかも。これ波動砲の、ね、チャージエフェクトがあります。こうね、多気温粒子を微調整してるこれね、そうです。ざっくり置けばいいのになんかこだわってね微調整しているんですよ。こんな感じでチャージしてるエフェクトを置いたりとかですごいこの担当がこだわってるんですよ。こうハイライトを置いたりねしてるんですよね。もうちょっとざっくり置いてくれよって言ってたんですけど、いやいやポテンシャルを見せつけないととか言ってですね、こんな感じで吹き出しも漫画なんでね、吹き出しを置けたりしますし、あと満風漫画っぽいね。これも今回いくつか追加しました。これ波動砲チャージ中のギュイーンっていう満風を足しました。満風じゃないな、書き文字ですね。書き文字を足しました、はい、でも効果線とか、これあれやな、この動画Rタイプファイナル2の PV より長くないですか？お気づきになりましたか？はい。こんなバランスでみんなが納得するんかな。いやスタッフのですね、もう気合の入った漫画作りを。Rタイプファイナルの背景じゃないんだこれ使ってるの。私もちょっとそこは全く同じこと思いました。はい。こんな感じで。そこは既存のあるやつなのか。もう自分のなんかフェードして終わりましたね。はい。こんな感じで。はい。いやいいですねやっぱり。やっぱりあれですね。人事部はもう漫画描けるすげえ使ってますので、普段の仕事で。そうです。SNS の投稿の時に使ってるんですけど、求人の投稿はこれ使ってるんですよね。はい。ということで、でですね、90% オフに関してなんですけど、開始が4月28日からです。だから昨日買ったって方申し訳ないですけど、28日まで待っていただいてご購入いただくと 90% になります。で、漫画描けるRタイプファイナル2パックの発売日はまだ決まってないということです。そうなんですか。これセールの時に当然セールの時に間に合わせなきゃいけないんですけど、ちょっと今日何日って言えないらしいです。僕もギリギリまで聞いてたんですけど。なるほど。近いタイミングで出しますんで、ぜひご購入。で、漫画系のプレイステーションビータでも出てるんですけど、これ今割引の対象になっているのがですね、PS4 版だけになってます。確かにアイコンが PS4 だけですね。ただこれなんか僕がなんかこう意図的にこうしてるのではなくですね、ちょっとシステム的な事情といいますか、ストアの方のなんかセールがかけれるかけれないの部分で今 PSO だけらしいのでちょっとこんな感じになってるんですけど、漫画かける自体はそのクロスバイって言いまして PS4 でご購入いただくとビータ版もダウンロードできるということになってますので、PSO でご購入いただいてビータの方で落としてもらえれば使えますので、こんな感じでまだお持ちでない方はですね90% 引きになってますので、この時期を逃すことなくご購入いただきたいと思っております。私も大変楽しみです。はい。はい。では、それではですね。すごいですね。この話が割り込んでくるのすごいな。僕も忘れてなかったんですけど、あれなのかな、R タイプの話だけかと思ったら確かにもう一つの R タイプファイナル2です、ね。そうです。私も大変楽しみにしておりましたので。はい。では、R タイプファイナル2の最新情報はここまでとさせていただきまして、続きまして、皆様からいただいておりますご質問にお答えしていきたいと思います。今日最終回なんで、いつもよりも歯切れよく声も大きくたくさんの質問にお答えです。今日あれなんですよね、尺も長いんですよね。気持ちもうとことん質問に答えにくいことにも答えるっていうことには聞いてるんですよ。
そうですね、まあ、はい答えにくい質問にはいつも私の方から押してもらってご質問ははい、はいしてもらいますが、はいはいでは、まず R タイプファイナル2に関するご質問です、はい R タイプファイナル2の XBOX シリーズ X と S では XBOX One 版と何が違うのでしょうかとこれ違わないです。そうなんですねこれめっちゃしらける内容は違わないんですけど、違わないです力強くスペックなりの、もちろんあれですよ、スペックなりのすごい最新機種は最新機種の凄さは出てると思いますけど、やっぱり絵とかすごい細かいですよね。画質がやっぱり、やっぱりいろんな意味で安定してたりするので、両方お持ちの方、これもクロスバイですよね。どちらかでご購入いただくと両方ではい、XBOX は落とせるって聞いてますんで、最新機種を持っておられる方とか、逆にプレイしてて途中で最新機種ご購入いただいた方はそちらでプレイしていただければと思っております。内容的な差はないってことですね。そうです、はいこれはもうどのプラットフォームに関しましてもこの機能があるとかないとか、トロフィーとかね、実績機能なんかはやっぱり本体に依存するプものですね。ラットフォームに依存しますけど、基本的にはやれることは同じという感じになっています。はい、はい、では次のご質問です。体験版で散見される不具合や不満点は発売後のバージョンアップで改善されますか？例えば当たり判定、フォースの挙動、ミス時のローディングなどということでいただいております。改善しますよ。しますというか、いつも気にしてるんで、当たり判定とね、フォースの挙動は、ちょっと変更しました。で、ミス時のローディングもちょっと入れたくないとも今入ってたりするんですけど、ちょっとステージによっては長いところもありますんで、なるほど。それは改善しようということで、タスクを上げてますので、いただければ前向きにこれ2年先まで更新するっていうのが会社の方針としてもというか計画として入ってますので、きちっと対応していきますので、そこは本来はね、発売までに対応してあるのが本来のあるべき姿なんですけど、ちょっとそこは至らんところは継続的に対応していきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では、次のご質問ですが、前作ファイナルにあった無敵やフルパワーアップの隠しコマンドは今回はありますかということで。ないですね、入れてないですデルタとかファイナルにはは入れてたんですけど、なるほど。昔のゲームは結構入れてましたね。開発スタッフの確認用とかで入れてたんですけど入れてないです。だから黒じゃなくて、そうです、バグチェックしてる時に難しすぎてできませんとか言ってるスタッフもいるので、でも今これはね入れてないですね。難しかったら本当に簡単なモードを足しますんで、そういうふうに言っていただければと思っております。はい、では次のご質問です。クラウドランキングもあるし、ランキングはねあるんですけど、ちょっと発売日にはまだちょっと間に合わないんで、ちょっとそこはお待ちいただければ、もうほぼほぼシステムの方はできてますんで、ちょっとテストの方で時間かかってたりするんですけど、ランキング機能ね用意してますんで、はいですね。で次の質問、はい、では次のご質問ですが、クラウドファンディングの支援者に対しての発送は発売日着なのか発売日に発送なのか、どちらなのでしょうかということで。これは基本的には発売日着っていうことで、発送の手続きというかは進めてますね。ちょっとその地域差で遅れてしまったりするかもしれない、前後するとは思うんですけど、つもりとしては発売日につくようにというふうに考えております。はい、それと余談ですがということで、もう一つご質問ありまして、 SteamXbox の体験版は集いまでに配信されるだろうかということで、集いって今日ですよね。はい、間に合ってないです、すいません。そうですね、今や冒頭でってますというか、今もう最終工程ですけど、もうちょっと待ってください、すいません。はい、はい、では、次のご質問ですが、今後 DLC でさまざまなものが追加されていくと思うのですが、最初のクラウドファンディングの後に新4機体追加するならどれがいいですかといったようなアンケートをツイッターでしていましたよね。しましたね。はい、あのようなアンケートで追加 DLC を皆様の意見で決めてみるというような、
取り組みというかは今後行いますでしょうかっていうことで、ユーザーとしては遊べる楽しみがあるのでっていうことでいただいてますね。はい。でも喜んでいただけるならぜひ今ご意見いただきたいっていうのもありますんで、いいですね。じゃあまたアンケートはぜひやりたいと思います。いろいろステージを追加したり、今プレイヤー機体も割とこう R タイプファイナルからも引っ張ってきた機体多いんですけど、オリジナル機体もいろいろ企画には入ってますので、それはまたアンケートご協力いただくと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、続きまして、ステージ開始時ポエムエディット機能は実装できそうですかということで、ポエムエディット機能ポエムエディット機能、ポエムね、開始時のそうですね、はい。あれもうポエムってことになってるんですかね。出だしのやつね、ないですよポエムは出ないし、だからポエムエディット機能もないです。なんかポエムエディット機能って名前がそそるなないんだけど、残念ですね、はい。あれなんですよ、ステージ名がエディットできます。なるほど、はい。要するに各ステージの名前を自分で変えれるんですよ、1回クリアするとね、ステージを。でそれ全角でも20文字以上入るんで、結構長いステージタイトルをポエムにしていただくこと、575とかだったら入るだから海鳥たちで挨拶をしたとかバイドとはとかは書けると思うんで、ちょっとそこでポエム的な楽しみをは持っていただけるかなと思ってますので。楽しみですね。ポエムエディット機能、名前そそるな、いいっすね。いいですね。はい。では、次はご質問兼提案といったところなんですが、機体の色がベースが8色から今選べるという状態なんですが、そこに明暗を調整できる機能をつけてみてはいかがでしょうか。同じ緑色でもグラスホッパーのような色とモスグリーンとではかなり印象が変わり、よりカスタマイズが楽しくなると思うのです。で専用機体っていうのは、機体の色自体を変えることで表現するのでっていうことでいただいてますね。確かに今あれなんですよ、8色で、さらに8色足そうと思ってるんですね。ゼブラ柄とかツートンとかあって、でも確かに明度とか彩度変えれたらそれだけでも結構自分ならでは感が出せますね。オリジナル機体って感じがありますね。わかりました。いやこれはちょっと相談してみます。いや楽しみです。はい。では次のご質問です。まだファイナル2の発売前にちょっと聞くのも気が早すぎると思いますがということで、今後もシューティングゲームとしての R タイプシリーズは展開していく予定はあるのでしょうか。ディメンジョンズのような過去作の HD 移植なども期待しています。あと R タイプファイナル3は18年くらい待ちますのでぜひということで固まってるディメンジョンズみたいなのはもう東西ゲームズさんにかなわないところもあるんで、なるほど。それはもう東西のバンバン社長にというか私からも頼みますよ。デルタの HD はまだですかとかっていうのは頼んでおきますんで、ぜひぜひ。で R タイプファイナル3はね、別にあれですよ、R タイプファイナル2クリアしていただくと R タイプファイナル3になるんですよ。なる機能があるんで、18年またなくってもちょっとご質問のちょっと意図とは違う。そういう意味じゃないですか。なのででもR タイプファイナル2自体がプラットフォームなんで、発売後も皆さんから意見いただいたり、私自身もこういうの足したいと思っているところあるんで、それは継続的に追加していきますので、それが R タイプファイナル3も2とだいぶ違うものになるかもしれないですけど、それはそれで一緒に作っていただくような感じかなと思ってますので、18年は待つのやめましょう。では、次のご質問ですが、ちょっとこれ私不勉強でわからない部分もあったんですが、体験版ではシューティングスター、モーニングスターのフォース装着時がファイナルプレイステーション2と同じだったということで、でちょっと例の画像をいただいてまして、画像のようにフォース装着時の向きを変更できませんかっていうことで、本当にそう思う人おるんや。
僕ね、ちょっと聞いてもらっていいですか、これ急に声でかなって言われる。はいそうなんですよ。僕これディフェンシブフォースっていうフォースなんですけど、後ろにつけた時この絵のようにな向きにつくと思い込んでたんですよ、はいはいはい。18年間で。グラフィックの人間にこういう絵の時にいつもこの向きで指定してたんですよ。で先々月かな、こうバックチェックしてたら、あれディフェンシブフォース反対向きにつくでって言ったら、いやファイナルの時からこうですよって言われて。これ逆についてるんですね。なるほど。蓋下みたいについてて、はい、この方がかっこいいやんってだから僕気づいても直さなかったんですよ、こういう絵をなるほど。あ、そうか、やっぱこの方がかっこいいと思ってくれる人いるんだ。少なくともこのご質問いただいた方は、ちょっと向きを変更できないかということで。変更してもいいですか。いやこの向きにしたいなと思ってたんですよ変えてもいい。確かにかっこいいですよね。でもちょっと気になるのは、多分投稿してくださった方のようにこの画像のような向きがいいっていう方もいらっしゃれば、反対側の向きの方が今実装されてる向きの方がいいっていう方も多分いらっしゃるのかなとは思いますので。この方がいいってみんな思ってるんじゃないのかなこっそり変えてみようかな。こっそり変えてこっそり変えてって言われたら切り替えれるようにするとかダメかな。変えてもいいですかね。選択できるように。なんでこっそり選択式か。いやこっそり変える方が早いなと思ったんですけど選択式か。でもそうか、やっぱこの方がいい人おるんや。嬉しいですわ。いやよくご覧になって嬉しいですわっていうよりね、ちゃんとしとけよってことでしょうけどまさか逆になってるとかって。僕自分でこのフォースの仕様を書いててずっと思い込んでましたよ。だからもう2年前のウェブサイトの時からこの手の機体全部この向きにフォースついてるんですよ。でつい最近逆になってんでってバグレポートで書いたらいやこうですよって。そうですか。でも恥ずかしいな、こんなんお前大丈夫かって言われてたけど、でも嬉しいですよ。ちょっと変えますわ。切り替えるのそれは相談してみますわ。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。勇気づけられました今。はい。今日一で多分声で大きかったです。そうですね。僕急に声大きくなって。はい。びっくりしました。そうか。では、次のご質問です。九条さんか開発チームの皆さんのファイナル2で好きな機体とフォースとレーザーは何ですか。あとユーザーへのおすすめ機体とフォースとレーザーも教えてくださいということでいただいております。おすすめっていうか、開発の人間は割とねクリアしやすいしにくいみたいなところを気にしてるんで、そういう点ではR タイプ R9F っていうのが人気がありますね。強いって言われてますね。で、あとアルバトロスですね。 RX10 っていうのはやっぱり強いんで、そうですね、使いやすいっていうか、そうですね、アルバトロスが人気ありますかね。はい、ので人気あります。で私自身はまだちょっとアップデートで入ってないんですけど、もう開発の方が進んでるミスティレディっていう霧に包まれた機体があるんですけど、それのね赤レーザーが真下にサンシャインレーザーという太陽レンズで収束したような下向きに出る赤レーザーがあって、で青レーザーはレインレーザーで下向きに雨のように出るレーザーで、黄色がねサンダーレーザーとか、稲光が下に出るようなレーザーなんですよ。なんか今聞いてる限り全部下にレーザーが行くような感じに聞こえたんです。そうです。上にはレーザー出ないんですけど、あれが好きです。上の敵はどうするんでしょうか。上に敵が行かないようにします。なるほど。そういう個性的な機体なんですね。で、波動砲がスプレーなんですよ。ピシュなるほど。あれはいいですね。ロマン機体ですね。とても個性が強い機体ですね。アップデートで入れていきますんでお楽しみにということで、それでは次はですね、漫画×に関するご質問です。ですね、全アイテムをハンドアイテムで持てるようにしてほしいです。
あと白とグレーのうさ耳が追加されると私が喜びますということでいただいております。ちょっと全アイテムハンドアイテムはちょっとね難しいですね。意外と難しいですね。ちょっと割とハードなスペックをフルに使っておって多分ビータの方が持たないんじゃないかなと思いますね。うさ耳はできます。今もありますよねうさ耳ね。なんかピンクはある。大丈夫ですよ。白とグレーとか、もう全然それは大丈夫です。はい、ちょっとハンドアイテム化はちょっとご容赦いただきたいなと思ってます。はい、こういうところで僕声ちっちゃくなっていくんですよね。そうですね。ちょっと歯切れが悪くなるんですよね。はい。では次はですね、だんだん定番になりつつありましたご質問ということで、タクティクスの新作および過去作の移植予定はありますか。また乗組員たちへ愛を叫んでしらけた反応をもらいたいですということでしらけた反応なんか失礼やけどその通りなんですよこれね。はい。そうですね。この R タイプタクティクス関係はね以前より毎回言ってくださいと、そのうちポロッと言いますからみたいな話になってで、今回最終回なんでそれこそ今までと違う情報を出さねばなるまいと思ってたんですけど、待ったが出たと、まだ言えないらしいですおやR タイプ過去作の移植に関してはできるだけ限りなくもう実現する方向で進めたいですなるほどがまだ言えないそうです。はい、まだ言えないけどこんな歯切れの悪いそうですね、話実現したいなと強く思ってるっていうことですね。ちょっと伝わってないかもしれないけど、いつもよりは踏み込んだ発言だと思っていただければと思ってますよ。はい。乗組員たちの愛を叫んでしらけた反応、これあれですよ。当時のこれ R タイプタクティクス2の冥王星基地に乗り込む直前に主人公の提督が、館内放送みたいなので叫ぶ選択肢が出るんです。その辺の一番下が「愛してるぜベイビー」っていう選択肢で大概開発室内もしらけてましたねこれいいんですかって言ってました。で僕結構真剣に考えたんですよ。そうですよね。このシナリオ担当だったんで、自分なら何言いたいかなと思って生きて地球へ帰ろうとか、そういうのの中にいやでもこれもあるやろうと思って「愛してるぜベイビー」って書いたらもう社内ではむっちゃ滑ってました社内も凍りついていたということで、でそれね今久しぶりにやったらあれですね、 R タイプタクティクス2敵の名前がねグランゼラ革命軍。そうですよね。そこから取っていると自分の社名のついてるのを攻撃して「愛してるぜベイビー」って言ってるというなんとも複雑な感じですけど、ですね。もともとの質問はRタイプタクティクスは限りなく出せる方向で努力を進めていどんどん歯切れが悪くなっておりますが、では、ちょっと今スタッフからカンペも出てお時間もね迫ってまいりましたので、次がちょっと最後のご質問と。何時なんですか。何時なんですか。素で聞いてるな。そろそろ50分経過ということで、そうなんですか。もっといただいてなかったっけ。そうですね。まだちょっとねお答えしきれてない質問もあるんですけれども、お時間迫ってまいりましたので、次最後のちょっとご質問とさせていただきたいなと思います。ではですね、まずちょっと嬉しいコメントといいますか、これで最終回は寂しいので無期限活動停止にして新 DLC が出た時にでも限定復活してほしいということで、ありがたいコメントいただいております。でですね、もう一つはご質問で、後日配信予定の DLC に合わせてグランゼーラの集いファイナル2は放送されるのでしょうかということでご質問いただいておりますね。これは何かあるんですか。こういう予定というか計画はあるんですか。ですね、何かあったらもう一回やるとか終わりなんですか。本当にですね、残念と言いますか大変申し訳ないんですけど、今のところ
本当に予定はない状態ですね。はい。これ僕がなんか不祥事みたいなのを押すとまたお詫びみたいな感じで始まるんですかね。いやいやいや、そんな。あ、そうなんや。はい、僕ね、人前に出るのすごい苦手 で、しかも生放送でしょ。得意ではないと。はい。なんか苦手なんだけど、やっぱり終わるってなると寂しいですね。責任感がありますよね。はい、不祥事、ほらみんな不祥事、そうですね。ちょっとお詫び配信しろ的な、そうですよね。お詫び配信するしかないですよね。実際ね。とんでもない演技でもないことはちょっとなしで。何をすればいいんやろうな。まあでも本当に応援のね声とか多くいただいてたら。可能性としては別にゼロではないというところなので、はい。ゼロではない。そうなんです。あ、そうです。本当に現段階では本当に予定がない状態なので、はい。はい。なのでもしね次の機会ありましたらまた。はい。でもそうか。不祥事を起こしても更迭されたらどうせ出れないですね。はい。あ、そうか、危ないってなんや。危ない。はい。お気をつけください。はい。はい。ではですね、本当にそろそろ番組終了ということでお時間近づいてまいりましたけれども、ちょっと番組終了の前にですね、ちょっと2つほどイベントの告知をさせていただければと思います。告知させていただければと思っています。1つ目は、こちらです。集大祭、シューティングゲーム大感謝祭ということで、明日4月24と明後日25に高田馬場のゲームセンターミカドさんでシューティングゲーム大感謝祭集大祭っていうのが行われます。いろんな他のねシューティングゲームを出される会社さんとか、そうですね、いろいろ登場されるということで、あと、これいいのかな、これシティコネクションさん送っていただきました R タイプオリジナル、ちょっと前に見えますかね、実行見せる気ないでしょうっていつもみたいに。そうですね、多分全然見えないこれ秋代さんが書き下ろされたすごいですね。かっこいいですね。はい。今までの R タイプの、曲が入ったサウンドトラックすんごい豪華ですよ。ちょっといただいたんで紹介しておきます。はい、これシティコネクションさんとかが、いろいろ1時間単位でいろんなコーナーがあるそうなんですけど、これにですね、あさって日曜日の午後8時20時からグランゼラコーナーというのがあります。これに R タイプファイナル2プロデューサー松尾五郎と、ずっこけ広報まゆみんが高田馬場に行きます。そうですね、乗り込むと伺っておりますが、はい、でこれ YouTube で配信されるそうなんで、後で概要欄に URL を載せておきます。グランゼラコーナーとか言ってますけど何にも企画決まってないらしいです。ちょっと待ってください。あさってのどうするって1時間もいただくのに、もう絶対滑ると思いますわ。はい、その滑るのを見るのもきっとね、楽しいと思うんでぜひ松尾にはそのステージ4まではクリアするようにって言っておきましたので、練習してましたね。はい、こういうことで、ぜひ集大祭の方ご覧ください。もうはいはい、ではですね、もう一つのイベントの方も、いいですかね。はい、どうぞ。はい、こちらはですね、4月29日木曜祝日に電撃ゲームライブというのが、あります。これは YouTube と Twitter と、これ毎回読み方分からへんね。なんて言ってミルダム、はい、ミルダムです。はい、失礼しました。なんか間違えて別のサービス似たような別の、あります。これは29日にでですね、7時半夜、19時半ですね、午後7時半から R タイプファイナル2の、紹介があります。これは一応私が行くつもりだったんですけど、なんかあれなんですよね、今緊急事態宣言出るとか言ってるので、ひょっとしたら金沢からリモートでっていうことになるかもしれませんけど、ゲームの紹介というか、実際プレイしていただけるそうなんで、そこに割って入ってって感じになると思うんですけど、
こういうのもあります。これも URL を貼ってもらいますんで、ぜひお楽しみにということで、はい、はいよろしければぜひご覧いただければと思います。はいはい。ということでですね、昨年の11月から始まりましたこのグランゼーラの集いなんですが、大変名残惜しくはございますけれども、本日で一旦一区切り最終回となります。思い返してみればですね、もともとちょっと9月に生放送始まってまして、名前は当時違いましたけれども、対外的にですねお約束していることの期限が過ぎていたりとか、情報発信が十分になされていないといったことで、急遽ですねお詫びとご報告の配信をさせていただいて、そこから早9ヶ月というところですね。ありましたね。確かに、はい、よく考えたらこれの始まりは去年の9月の、そうなんです。はい、開発進捗遅れはいで、体験版配信遅れはいに、加えて2020年度中での発売ができない難しいと、見通しとなって、社内でも非常に問題になりまして、でそうなんです。飛んでしまいました。そうですね、人事部からそうなんですよ、ちょっと皆さんに謝るようにということで、はい、そんな感じで始まったんですね、出だしは。そうなんです。はい、でですね、実際に発売延期でありますとか、ちょっと今現在も遅れておりますけど、体験版の配信が遅れていたりと、皆様には本当にご心配をおかけしてしまいましたが、ご協力とご支援のおかげでなんとか R タイプファイナル2発売までこぎつけそうです。はい、はい、体験版まだ一部できてないので、はい、これは出します。はい、はい、本当にありがとうございます。はい、でですね、この生放送というか生配信もですね、普段人事やってたりするので本当に拙い司会進行ではありましたけども、いつもね温かくご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、くしくもですね、今月でグランゼーラは設立からちょうど10周年目を迎えるということで、そうです。はい、2011年の4月5月に会社を当時7人で、作りまして、でどうにかもう何回かねダメかなと思った時期もあったんですけど、ここまでやってこれましたので本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。これなんていうのかな、お世辞とかそういう表面的な話じゃなくて、本当にそのファンの方がいてくれてるっていうので持ちこたえたっていうのは間違いないです。改めてお礼を申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。で今もなかなかねうまくやれてないとこあるんですけど会社としてもですね、結構なんていうのかな、際どいとこあるんですけど、このドタバタもエンターテインメントだと思って見ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、この R タイプファイナル2のエンディング曲モノクロームの方をお聴きいただきながらお別れとさせていただきたいと思います。はい、おやすみなさい。では皆様、おやすみなさい。はい。